そうですね、僕のフィールドがですね、しまなみ海道エリアっつって、こんな感じでね、G ソエリアが多いです。で、流れが飛ぶ場所が多いんで、基本的にはね、8割9割 G ソで残り1割もしくは2割サーフっていうような感じのフィールドでテストしてきました。で、そうですね、流れが走るエリアだけじゃなくて、でもこういう海域でも結構流れが弱いところもあって、いろんなところでね、投げ込んできました。預かった当初はですね、いわゆるその、ザ新編みたいなね、シンプルな形状だけど、その内部構造的に言うと重心移動が前後にあって結構ね複雑というか面白い形してるんですよね。で、見ての通りシンキングペンシルで、形状からすると結構ね浮き上がりがいいタイプのルアーだとはね、見てすぐ分かったんで、じゃあこれを僕が扱って、さあこのフィールド、G ソメインの僕がどうテストしていくかっていうところがね、まずちょっと考えたところで印象に残っとるところですね。ただいざやっぱああいうタイプの新編って足場の高さ選ぶんですよ。で、使いにくいんじゃないのかなと思いつつもテストしてみると、意外とねハマって、で使いどころが多々あってですね、なんかあの手のルアーの重要性がすごく個人的には再認識できたっていうのが大きな印象ですね。いわゆるあの手のサイズのルアーシンキングペンシルって PE1 号とかでリーダー5号とか、若干シーバスタックルの中でもライトめなタックルバランスで扱えそうなところなんですけど、結構ね僕メインが、いわゆるシーバスタックルはMH クラスで P ラインが 1.5 号でリーダーが6号ぐらいのね若干ね、強めのタックル使ってるんですけど、意外なほどね使い勝手いいです。で、流れの中でも結構浮き上がりがいいルアーって、PE で水掴んでも破綻じゃないけど入力がね流れが入力するんですけど、強すぎると浮いてきちゃうっていうようなイメージであったんですけど、そこそこね耐えてくれて、いろんな流れに対するキャパシティっていうのかなが広くてですね、そういうところはねすごく気に入ってます。使いどころとしてはね、結構今、すでにラインナップとしてあるスネコン130とね近いところがあって、ただ同じポイントで使えるんだけど、同じことをするんじゃなくて、その仕様についても差別化できてて、だからね位置づけ的には使うポイントはスネコン130と似てんだけど、それよりもさらに奥だとか、でさらに弱い流れでもっと低速にだとか、そうだな、いわゆるアウトスターにしかできない釣りっていうのがね、実際あるんで、しっかりねその立ち位置的にはねブルーのラインナップの中でも築けていけるルアーじゃないのかなと思っております。